はい、今日は、荷重が移動するとか、姿勢を変化させるときっていうものを少し可視化できないかなと思って、やってみました。今ここにあるのは 419XR のロアデッキ、アルミのロアデッキです。で、これの大体ですが真ん中にピロボールが打ってあって、これは後ろ側もピロボールが打ってあります。ですので、今このロアデッキはこ何と言いますか、浮いているというか真ん中をだけで支えている状態になっています。で、前後の重量が合わないので、フロントには重り 5g のウェイトと 5×8mm のピロボールが3つ乗っています。この 5×8mm のピロボールっていうのは、はい、約 0.8g あります。タミヤにはもう1個短い 5×5 のピロボールがいて、これだと 0.7g ですね。今回はこれらを使って、少し実験できればいいなと思っています。はい、当然今この車は、仮想的に浮かせているというか釣り合いが取れているという仮定する状態になっているので、このはかりをですねこのまま車体の下に移動したとしても、当然このはかりははかりに車体は乗ってないので反応することはありません。で今これどれぐらいで、こう斜めになるか、はかりが動くようになるかっていうと、ピロボール1個を外すと、はい、今 0.22 になりましたけども、ピロボール1個 0.8g を外すともう固がる、状態にあります。フロント側には例えば 0.6g 重りを追加してやるだけでフロント側にダイブすると。そしてはかりは今 0.8g を指しています。はい、はい、そして重りを外したのでまた釣り合いが取れている状態となってはかりはゼロに戻りました。はい、荷重が移動する、例えば、ロールする、ピッチングする、いろいろありますけれども、車体がこう後ろにぐっと下がる状態っていうのはどういう状態かというと、基本的にはフロントの荷重が減ってリアに荷重が移動するっていうことが基本的な概念になりますので、それではフロントの荷重を 0.8 減らしてリアに 0.8 プラスしてみます。はい、こういった状態ですね。約 1g ちょっとのはかりの数字になりましたけれども、0.8g の重りをパッと外す、そして 0.8g を後ろに乗せる。これで板全体の重さっていうのは変わらずに荷重が移動したことによって後ろが下がったっていう状態が今の状態になります。先ほどの状態に戻しまして、釣り合いが取れているとする状態にしたときに、この状態の車体を強制的にフロントをボンと下げたいと考えたときには、先ほどもやりましたけども、何らかの方法によって、0.6g ここに乗せてやるだけで、はい、フロントが今沈み込んだわけですね。なので、車体が水平な状態である場合には今ここには 0.6g と 0.8g のサンプルしかないですけども、フロント側にちょっとプラスしてやるだけでカタッとこうフロント側が沈んでいくわけです。ですが走行中というのは車体はいろんな角度に動いてますので、特にアクセルをボッと入れている時とかストレートですごい加速をしている時なんかはリアがぐっと沈む状態にあろうと思います。その時っていうのはフロントの荷重が抜けててリアに荷重がいっている状態。
ですので、フロントの 0.8g を1個外してリアにプラスします。これで、後ろが下がっている状態になるわけですね。先ほど釣り合いが取れているとした状態、その時には 0.6g を足したらすぐにフロントはボッとこう沈みました。フロントがボトムしたっていう状態になったんですけども、板の質量は何も変わらないんですが、フロントの荷重を 0.8 抜いてリアに荷重を 0.8 プラスした、この状態だとフロントを沈ませようとした時には 0.6g だけ足したところで、フロントにこうボトムすることはありません。これはここに移動しているこのピロボールがいるからですね。なので、釣り合いが取れている時っていうのはちょっとの荷重を足すだけで、車の姿勢を変えれたんですけれども、ちょっと 0.8g の影響で、同じことをしたとしても車の姿勢っていうのが変わらないということになるわけです。ここに 0.8g を足してやることで、今ギリギリこうフローティングしている状態というか釣り合いが取れそうな状態、測りが 0g になりました。こういったことになって、これでもまだフロントがボトムするにはちょっと足りてないわけですね。ですので、もう 0.6g ぐらい、足してやると、はい、こうやって、沈んでいく、フロントがボトムするという状態になります。はい、こういった状況ですね。ですので、車体、これシーソーと同じで、シーソーがフラットな状態の時っていうのは同じ重りを乗せるだけで、釣り合いが取れるし、ちょっとでも狂わせるとその方向に、シーソーが移動するんですけれども、一旦シーソーが移動してしまうとその状態から元に戻そうとした時の力っていうのは元の釣り合いが取れている状態から比べるとより大きな力をかけてやらないと戻らないっていうことになってきます。はい、これが基本的な車の荷重の移動をするとかということの概念になろうかと思います。なんとなくそういうこともあるんだなというふうに見てもらえるといいんじゃないかなと思います。これはね、実際に車が走っている時っていうのは常に姿勢が変化し続けているので、ここら辺が理屈ではなくて感覚的にこう捉えられる人って本当にすごいなって、よく思って見ています。エキスパートドライバーっていうのはこういうところのセンサーがすごいんだろうなといつも感心させられてます。はい、それでは以上です。